餌釣りにされてみかん汁の中に顔だけ入れられたり、水車に貼り付けにされてみかん汁の中をぐるぐる回されたり。そんな江戸時代みたいな拷問はされないと思うけど。みかん汁？いねえか。来たわ。悪い子はいねえか。いねえのか。いねえのか。ちかちゃん？そこか。何してるの？おめえも悪い子か。なんで生ハゲじゃないわ。ミカハゲだ。ミカハゲ？そうだ。好きな食べ物みかんのみかんの後はびっくりマークは角だったのだ。悪い子はいねえが、みかん嫌いな悪い子はいねえか。なんなのこれ？そんなのこっちが。みかん嫌いな子はおめちかちゃん。えが。いや、待ちなさいよ。地下ハゲ地下ハゲじゃない。それだと私がハゲちゃってるみたいでしょ。いや、生ハゲもハゲてるってことじゃないと思うけど。そうなの？そんなのどうでもいいわよ。それよりあんた忘れてない？沼津人だからミカ？笑わせてくれるわね。よしこちゃん、挑発するのは。沼津だったら他にもあるでしょ。そう、干物よ。干というわけでルビー、アピールしなさい。みかんに負けない沼津の干物の素晴らしさを。みかんに負けないだと？ルビーはそんなこと。私のこのみかん色に燃えるみかん愛よりルビーちゃんの干物愛の方が上だと？当然よ。網元の家の子なんだから。それとこれとは。いいからなりなさい。ひもハゲに。ひもハゲ？そして戦いなさい。地下ハゲと。いや、地下ハゲじゃない。地下影？地下影なんか忍者みたいでいいかも。いや。話はすべて聞かせていただきましたわ。お姉ちゃん。確かに黒沢家は網元の家系、沼津の干物に関して責任を持つ立場であると言えます。でもアピールなんてどうやって？心配ありませんわルビー。ここは私に任せなさい。なんだろう、この公園で少し待っててって。少しじゃないわよ。いつまで待たせるの？あなたの姉は。そんなこと言われても。お待たせしましたわ。お姉ちもうどこに行ってたのよ。ちょっとこちらを買いに。こちら？はい、こちらですわ。それってゃんだよね。そのパンが干物とどう関係あるのよ。わかった。それってあれでしょ？干物パンでしょ？干物パン？パンに干物って。ほらルビー、食べなさいよ。よしこちゃんこそ。いいからあんたが。いただきまちかちゃん。怖いもの知らずね。どう？大丈夫？おいしい。普通においしいパンだよ。干物は入ってないけど。入ってない？本当に？どういうことお姉ちゃん？私は干物が入ったパンなんて一言も言っていませんわ。
じゃあどうして？それはこちらの干物のためですわ。コンコン、ちょっと普通の干物と違うね。香りが独特っていうか。この干物はペッシュールといって、なんとパンにも合うというコンセプトで作られた干物なのです。パンにも合う干物？沼津の干物は美味しいということは誰もが知っていますわ。ですが、ただ美味しいというだけではなく、干物の産地ならではのアピールが必要なのです。その点でこのコンセプトは素晴らしいということをあなたたちに伝えたかったのですわ。なるほど。確かに他にはない視点ね。わかった。ありがとう、ダイヤさん。パンに合うっていうのがすごくいいヒントになったよ。でしょう。私はそう思って。干物食い競争。はあ？パンがいいヒントになったよ。ほら、パン食い競争ってあるもんね。それを干物でやるっていう。いや、私が言いたかったのはそういうことではなくて。他にないよね、干物食い競争。ないですけど、おそらく干物と一緒のアクティビティ。ただ見て味わうだけじゃなくて、汗を流して体験する。これだよ。体験。ちょっと体験の方向性が違うような。だいたいパン食い競争だって今時はほとんどやってないのに。みんな甘いよ。甘い？ありえないって思うことから新しいことは生まれるんだよ。ありえないからこそむしろやってみるべきなんだよ。そう言われても。わかりました。お姉ちゃん、やってみましょう。確かにやる前から決めつけることは間違っていますから。位置についてよーい。さあ始まりました、第1回沼津干物食い競争。果たして第1回優勝者の栄冠を手にするのは誰なのか。おっと、先頭を切って飛び出したのはよしこ選手。早くも干物ゾーンに入ります。ずらりとぶら下がっている沼津産の美味しい干物。これをいかに素早く加えられるかが勝負の決め手に。よしこ選手、飛んだー。お魚加えた黒猫ジャンプ。そして干物めがけてまっしぐらに。あつおっと、これは無謀だよしこ選手。焼きたて熱々の干物にそのまま食らいついた。焼きたて熱々。さあどうするよしこ選手。無理でしょ、やけどするし。大丈夫、フーフーすれば冷めるから。などと言っているうちに運動神経ない姉妹ことダイヤ選手とルビー選手が追いついてきた。よしこちゃん、ほら、ふーわかったわよ。高いところにあるから全然息が届かないわよ。ルビー選手とダイヤ選手が並んだ。さすが運動神経ない姉妹。ジャンプしても全然干物に届きそうにありません。これはチャンスよ。そろそろ干物も冷めたでしょ。今のうちに。これはアクシデント。野良猫がよしこ選手の干物を奪い取っていきました。ちょっと待ちなさいよ。猫って猫舌なんじゃないの？返しなさい。やはり無理がありましたわね、干物食い競争は。最初から分かりきってたでしょ、そんなこと。猫さんだけじゃなくて鳥さんにも狙われそうだったし。自然がいっぱいですからね、沼津は。それだ。え？自然だよ。
自今度は何を思いついたの、ちかちゃん。然。干物と獣は似てる。は？干物パークだよ。干物パーク。大自然の中で干物を見て回るんだよ。それはつまりサファリパークみたいなものですか？干物って家庭的なイメージがあるでしょ。そのイメージを覆すんだよ。野生の干物だよ。何よ野生の干物って。だいたい野生っていうか自然から取ってきた魚を加工したのが干物でしょ。サファリパークにいる動物だってもともとは自然にいたものでしょ。ほら似てるよ。似てるかな？だいたいそんなの作ったって誰も来ないでしょ。干物パークって聞いて行きたいと思う？普通。そうだよ。でしょ。確かに問題あるよ。干物ってイメージ悪いよ。え？そうだよ、そこからだったんだよ。どういうことです？干物ってさ、乾いてるって感じがしない？漢字っていうか。まあ普通に乾いてますけど。そもそも干物の火がね、干からびるとか干上がるとかなんだかイメージ悪いよ。干物女なんて言葉もあったし。ありましたわね。あげようよ。え？干物のイメージを私たちみんなであげていこうよ。干物の産地沼津のためにも。はあ。でもどうやって？よしこちゃん。え？私？こういう時こそよしこちゃんの出番だよ。そうまあ確かに人気者の私がアピールすればってところはあるけど、お願いできる？仕方ないわね。今回だけ特別よ。ありがとう。これはよしこちゃんにしかできないことだから。よしこちゃんにしかできないこと。一体何を？じゃあ早速干物イメージアップ作戦第1弾だよ。ダメ、抑えきれない。このままじゃ。お待ちなさーい。追いつかれた。手を挙げなさい。本部、ターゲットを捕捉しました。指示をお願いします。動かないで。攻撃の許可は出ています。やめなさい。命乞いですか？そうね、これは命乞いよ。あなたたちの。何？動くなと。あなた。もう止められない、抑えられない。私の中の干物の力。干物の力。これが。逃げなさい。え？まだ間に合う。早く。そんなことはできませんわ。こんな危険な力を野放しには。分かっていないのね。え？あなたの中にも干物はいるのよ。バカな。誰もが心に干物を飼っている。私はただそれが開いてしまっただけ。開いて。あなたにも聞こえるでしょ？闇に包まれたこの世界を離れ、光を求める
干物の声が。そんなものは。逃げなさい。これが最後よ。私には任務が。だから言ったのに。私は干物を。干物に乗っ取られた私はもう人間じゃない。本当の干物なのよ。私は行くわ。干物の求めるまま太陽の光あふれる地上へ。いや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 。っていうか最後飛んでたよね。どうやって干物だもん。開いた体をパタパタっと。浮かばない。イメージが浮かばない。干物のゆるキャラみたいなものの方が良いのでは。もうそういうのはありふれてるよ。若者の心はつかめないよ。そうね。これくらいハードじゃないと。ハードなのかな。貴様か。体に干物を飼っている女は。あなたからも感じるわ。私と同じ干物の匂いを。何か始まってしまいましたわね。干物は干物を求める。これも宿命というわけか。去りなさい。私の干物が目覚める前に。そうはいかん。私の干物が言っているぞ。お前を開けと。避けられないというの。裂くしかないというの。そう、それが干物の定め。どこまで続くの？さあ来い、我が干物城へ。干物城？はっ、待ちなさい。とう。あ、移動した。くらえ、干物アロー。干物イヤー。干物ウィング。干物ビーム。これいつまで続くの？干物フラッシュ。干物ダイナマイト。干物エレクト